はようございます。本日は早朝の東京駅からお届けします。前回、西日本から東日本へと移動しました。今回は青春18切符4日目からスタートします。てか天気悪い。今日の目的地は宮城県の仙台ですが、せっかく東京へ来たので、ささっと東京観光をしちゃいます。早速地下鉄に乗車してやってきたのは浅草雷門前です。だがまだ早朝なのでほとんどのお店は開いていません。というわけでさっさと次の場所へ向かいます。何もしてないけどじゃあの。続いてやってきたのは日本橋です。日本橋と書くと大阪府の道頓堀にかかる日本橋も有名ですが、現在いる東京の方は日本橋、大阪は日本橋と読み方が異なり、明確に区別されています。元は江戸時代初期に架けられた木造の橋だったそうですが、その後何代にも渡り架け替えられ、現在は石造りの2年アーチとなっています。国の重要文化財にも指定されているそうです。ここ、日本橋は日本各地へ伸びる国道の起点であり、非常に重要な場所です。1604年、江戸幕府が日本橋を五街道の起点と定め、全国の利定の起点としたそうです。橋の中央には道路元橋が埋め込まれ、その歴史的役割を物語っています。ちなみに、道路元橋は複製されたものが近くに展示されており、実際に目で見ることができます。さて、次の観光場所へ向かおうとしましたが、ここでまさかの地下鉄遅延、都営地下鉄浅草線がどんどん遅れていきます。はあ、今日も予定が多いのに勘弁してくれ。さて、なんとか遅延しながらもやってきたのは東京タワー。言わずと知れた東京のランドマークであり、日本を象徴する建造物の一つです。高さ333メートル。いざ登ってみると、東京タワーはかなりの高さですが、東京の高層建築群の中では意外と低く感じてしまいます。あまり登った感がなくて、少し悔しい気もします。デッキでは東京タワー検定ソフトクリームが売られています。さて、せっかく東京タワーへ来たので、階段を歩いて降りようと思います。東京タワーには外階段が約600段あり、一般開放されています。マーク狩りだから余裕やろ、と思っていた時期の私もいました。普通に疲れるねこれ。さて、東京駅に戻りまして、次の目的地である東北地方を目指します。上野東京ラインに乗車し、そのまま東北本線に乗り入れます。そして古賀駅に到着、宇都宮駅に乗り換えます。そして宇都宮に到着。あれ、ドアが開かない、と思いきやそういえば押しボタンの半自動式でした。地元もこの方式なので慣れているはずなんですが、普段自動ドアの大阪駅なんかではつい押しボタンを押してしまう癖が、いざ使おうとすると逆に押すのを忘れてしまいます。そして17時半頃、福島駅に到着。福島土産として有名なママドールを購入。ちょうど小腹が空いていたので早速いただきます。ママドールはバターをたっぷり使った生地でミルク味のあんを包んだ焼き菓子です。名前の由来はスペイン語で、つまりお乳を飲む子という意味だそうで、ミルクを使用していることから付けられたそうです。気になって電車の中で調べたら最初下ネタかと思ったわ。味は非常に優しい味わいで、ミルクのコクとバターの風味が口の中にふわっと広がります。東京駅を出発して約7時間、仙台に到着しました。さすがにここまで北上すると気温がぐっと下がり、寒いです。さて、本日の夕飯は仙台名物の牛タンです。牛タン焼きは戦後、アメリカから仙台に大量に運び込まれた牛肉を活用し、佐野慶四郎がその美味しさに着目。試行錯誤の末に生み出した名物料理だそうです。思った以上にジューシーでボリュームがあり、昼ご飯が抜きだったこともすっかり忘れるぐらい満足しました。さて、デザートにはずんだシェイクを購入してみましたが、予想以上にガチガチに凍りついていて、飲めたものじゃありませんでした。
まあそのうち解けるだろう、と思い、ポケットに入れてそのまま本日宿泊するねカフェにチェックイン。チェックインした頃にはちょうど溶けてました。ずんだとは枝豆やそら豆をすりつぶして作る黄緑色のペーストです。非常に独特な甘い味わいで好みは分かれるかもしれませんが、個人的には割と美味しかったです。おはようございます。本日の目的地は北海道函館市です。2024年青春18キットが改定されてなんと北海道新幹線オプション券というものが追加されました。北海道新幹線、新青森、木古内間と道南伊佐リ鉄道の木古内、五両郭間に乗車できる片道オプション券です。お値段は4500円。有効な青春18キットと合わせて活用します。皆さん SNS で青春18キットに対して快悪と声を上げられていて、多分購入してる人なんてほとんどいないと思います。特に新青森までは普通電車で行かなければいけないので、青森県民用や北海道民が本州行くようなどと一部で言われておりますが、食わず嫌いするくらいなら使えるものは使っちゃおうと思います。というわけで本日はここ仙台から新青森へ向かいます。まずは一ノ関行きの電車に乗車します。次の電車まで時間があったので駅中にあるうどん屋で朝食。ここまで来るとちらほらと車窓に雪が見えてきました。昨日まで雪がなかったところにいたので少し感動ですね。ただ、これからさらに地獄の雪国へと行きますが、北上駅で下車し、続いて東北本線から北上線へと乗り換えて日本海側へ出ます。かつては東北本線として進むことができましたが、東北新幹線の開業に伴い、一部区間が第三セクター鉄道会社に移管されました。そのため、現在は JR の管理下にはなく、青春18キットでは乗車できません。この後、北上線を経て、日本海側に到達し、奥羽本線を経由して北上します。と車窓を眺めてみると、先ほどまでよりもかなり多くの雪が積もっているのが見えます。やはり日本海側は雪が多いんですね。そして、終点の横手駅に到着しました。ここに来て、雪の量も先ほどまでいた駅とは比べ物にならないほど、格段に増えています。駅外にあるニューレイズにて秋田土産のモロコシを購入。モロコシは300年以上の歴史を持つ秋田の伝統菓子だそうです。名前だけにトウモロコシと勘違いしそうですが、実際は厚木港を型打ちした落雁の一種です。ルーツは中国にあると言われ、モロコシとも表記されているそうです。こうして秋田駅に到着しました。またまた次の電車まで長い待ち時間があるので、ここで昼食にします。昼食はきりたんぽそばをいただきます。きりたんぽはすりつぶしたうるち米を棒に先端から包むように巻きつけて焼いたたんぽ餅を棒から外して切った食品です。秋田県大館、かつの地域の郷土料理で煮物に入れると非常に美味しいです。こうして新青森駅に到着しました。青森までやってきた頃には雪の量がさらに多くなりました。この量はうちの近所では見たことねえわ。ここ青森で青森県民のフロアさんとお会いしました。そしてなんと青森土産をいただいてしまいました。ここまで来た記念とのことで本当にありがとうございます。
後日、自宅でじっくりと味わわせていただきました。ちなみに、青春18切符でここまで移動するのはアホだろとツッコミまでいただきました。さて、夕飯は新青森駅でいただく、太宰ラーメンです。青森県出身の太宰治が好んだ若竹汁をアレンジしたわかめたっぷりのあっさり醤油ラーメンだそうです。若竹汁は春先の新わかめと旬のタケノコを使ったすまし汁で、真わかめ、竹、はタケノコが由来だそうです。さて、それではいよいよ北海道へと向かいます。新青森からは北海道新幹線オプション券を活用します。北海道新幹線は全席指定席なので、オプション券は基本的に立ち席となっていますが、車内の空いている席がある場合は席を利用することができるそうです。新青森を出発して約15分ほどで、本州最北端の新幹線駅、奥津軽今別に停車。奥津軽今別を発車した後はすぐに青函トンネルに入ります。青函トンネルは青森県と北海道をつなぐ世界最長の海底トンネル。全長約 53.9km。1988年の開通以来、長らく世界最長のトンネルとして君臨していましたが、2016年にスイスのゴッタルドベーストンネルにその座を譲りました。トンネルは両側から掘り進めた際の誤差がたった 2cm という驚異の測量技術は世界中を驚かせたそうです。ちなみにトンネル内は気温20度、湿度80から 90% で車窓は漏れなく曇ります。約20分ほどで青函トンネルを見て北海道へと上陸しました。そして木古内駅に到着しました。木古内から先、北海道新幹線オプション券では新函館北斗へは新幹線では行けないので下車しました。木古内からは第3セクターの道南伊佐リ鉄道に乗車して函館の街を目指します。発車までまだまだ時間があるので適当に外に出てみましたが、木古内周辺は何もありません。ちなみに私はスノーブーツなどの装備は一切持っておりません。地面がカチカチに凍りついており非常に危険です。歩くときはなるべく小股で歩くのが転倒しないコツです。こうして五稜郭駅に到着しました。そして青春18切符を完全攻略しました。やったね。さてこれから本日のネットカフェへ向かいます。と言いたいところですが、五稜郭駅からは徒歩30分以上かかります。路線バスはとっくに最終便を迎えたので歩くしかありません。そしてネットカフェはそこにしかないため歩きます。いや、寒い寒い寒い。寒い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 。そして、なんとかネットカフェに到着しました。この看板を見れば勝ち確です。こうして私の5日間に及ぶ長旅は幕を閉じました。総移動距離は 1165.8km。大体本州は縦断可能なぐらいの距離になりました。また JR 線は5日間で4万1210円分乗車しました。5日分の定価で計算して29,160円分得しました。観光ポイントは43ポイントです。1日のうちノルマは移動はしなければいけないですが、移動をメインにしすぎると次は観光ができないので、バランスが重要です。そして、合計金額は約8万円分です。約8万円あれば、海外旅行も可能ですね。ちなみに、合計金額は青春18切符で乗車した JR 線の金額と使用額で計算したものです。
通に使用した額は55,018円です。そして、実際に解約されたと噂の青春18切符を使って感じたことは、自動改札機への対応は非常に便利で、混雑する駅等で友人改札を探したり、並ぶ必要がないのが強みです。任意の5日分ではなく、連続する5日分になってしまったのは正直仕方がないことだと思います。逆に今までが都合が良すぎただけなのではないでしょうか。北海道新幹線オプション券は引ける範囲が北海道へと広がるので普通に良かったですね。ぶっちゃけ買ってる人見たことないけど。ただ、青春18切符よりも東日本&北海道パスの方が東北、北海道では使いやすそうなので使う層が分かれそうですが、青春18切符はそちらとは違い全国規模が対象なので、それぞれの良さはあると思いますね。ちなみに、最後になりますが私は貧乏な限界旅人ですので、宿泊は基本全部でカフェです。